水の内痛くなったことありますか？本当に経験したことのない痛み、手足も異常にかゆいぞと。尿の変色。コーラ出た私っていうぐらいの色で、町医者の方に言えんでしょ絶対に胃じゃないです。機械の中に入って取るやつで中見て。はい、それではがんの音スタートしていきたいと思います。今日のゲストは清水さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、はい、まず清水さんのですね、ちょっと自己紹介をしていただければと思っております。はい、清水さん、簡単に自己紹介いただいてもいいでしょうか？はい、清水あたる44歳、フリーカメラマンをしております。で、がんが関門部領域胆管がんというものでした。はい。のね、ステージも 3B という風な中で、どのような形でですね、清水さんのがんが分かっていって、今の状況について、治療について様々お伺いをしていきたいと思います。はい。それではですね、ここからお話をお伺いしていくんですけれども、まず、個人の経験談でございまして、治療などですね、お話出てきますけれども、特定の治療を推奨しているものではございません。またご自身のご病気については主治医の方に必ず相談してもらえたらと思います。この後、グラフが出てきますが、このような、感情や、時間、そして吹き出しなどはこちらをご参照ください。それでは早速見ていきたいと思うんですけれども、清水さんの感情のグラフ、こちらになります。はい。はい、清水さんですね。はい、初めと最後が上がっている。その中で様々なね、治療などされていった中がこう下がっている部分かなと思いますけれども、はい、まずこちら、初めのところ、カメラマンに転職という中で、はい。はい。フリーカメラマン今されてるんですよね。そうなんです。転職されるきっかけは何かあったんですか？自分自身が、お師匠のカメラマンさんにちょっと撮っていただく機会があって、で、前職を辞めた後に、もうその人のところに行って修行しようと思って。その人の写真が好きで転職しました。転職したと。はい。はい。その転職をされていった中でですね、その後、こちら、背中が痛いということあるんですけれども、背中が痛い。これはポジティブな赤色なんですけど、どんな痛さなんでしょう？そうですね。この時、ちょっと仕事があんまり伸びないかなと思ってたんですが、意外と絶好調でして。なので、背中が痛いんですけど、気分的にはすごくやる気があった時期。だからこそ、ちょっと、自分の体のシグナルを無視したというか、そんな時期です。だからちょっと背中痛いけれども、まあ仕事が絶好調という意味ではポジティブだったっていうことですね。そうです、そうです。そんな中で、その後、どうなっていったのか。はい。心下部痛、そして手足のかゆみ、尿の変色とありますが、心下部痛って何ですか？これは、みぞおちの痛みですね。みぞおち痛くなったことありますか？みぞおち、そうですね。パンチされない限りはあんまないですね。ないですよね。もうね、考えられないというか、本当に経験したことのない痛みで、日中なることもあれば、夜寝てる時突然なって、それが痛すぎて起きちゃうっていうのが続いて、まあ、さすがにおかしいなって。さすがにおかしいなと。しかも手足もかゆい。そうですね。で、みぞおち痛いなと思いつつ、今度手足も異常にかゆいぞと。ただその皮膚の表面のかゆみじゃなくて、なんか内側から来るかゆみ。だからかいても、何の気休めにもならないみたいな。それがありました。そんな中での尿の変色、これもなんか血が混じるとかですか？いや、もう、コーラと思って、コーラ出た私。っていうぐらいの色で、でも、痛いしかゆいし変だし、みたいなので、もうさすがになんかあるだろうと。で、ちょっと前までこの背中が痛いっていうのを周囲に言ってて、その時に、なんだっけ、胆石じゃないってよく言われてたんですよ。
そうで胆石なのかなって言ってなんかこう胆石の症状みたいなのを調べたら、どうやらそうっぽいぞヒットするぞ、って思ってこの、みぞおちかゆみ尿がきっかけで町医者の方に行きましたね。やっと行きました。やっと行った。はい。その中でやっと行った。どれぐらいの期間を空けて？でも半年ぐらいで。そんなに？背中痛くなってから半年で、この3つが出てはすぐですね。で、病院に行って、そうすると、その近くのクリニックでは胃炎との診断だった。はい。胃炎。胃炎。ほう。このみぞおちが痛いっていうのは胃炎。びっくりしましたね。他の症状も全部伝えてるんですけど、胃炎でしょって。胃炎ですからっていうことで。で、そうですね。その病院で、先生がね、プロの方が、ここまで胃炎だと言い張るんだから、胃炎だろうと。胃薬出してくれたし、一回飲んで、ね、見てみようかと思ったんですけど、なんかこう病院後にしようとした時に、やっぱりダメな気がする。このままじゃ。これちょっと不思議な感覚なんですけど、絶対今帰っちゃいけない気がする。っていう感覚になって、そのまま窓口に戻って、胃炎って言われたんですけど、絶対に胃じゃないです。って言い張って、ちょっと怒鳴りました。胃炎じゃねえからってなんかこう機械の中に入って取るやつで中見てって言ってそうでじゃあそこでもう一回こうなんか見てって言って、そして見ていただくのがこちら CT を取る。あれそのクリニックみたいなところで取れたんですか？ CT 結構なんかそうなんですよ。だからもともとその胆石だと思ってたんで、胆石を調べるには何が必要かまで事前に調べておいたんですね。なので CT がある町医者、ちょっっと大きい町医者なんですけど。はいはい、あ、そういうところにじゃあ事前にもう行ったってことですね。もう仕事を休みたくないんで、1日で全ての検査とか結果が終わるように、徹底的に調べ上げてその病院に行ったんです。そしたら胃炎だと。胃炎だと。いやちょっと胃炎なわけないだろうということで CT を取ってもらったそうですね。のがこの時ですね。CT ね、その場でじゃあ取ってもらったんですけど、その CT 出来上がってその診断できるまでに何日かかかるとか言われたのかな。またちょっとそこで怒って、はぁって。でもまあ取ったから気が済んだので、その日は仕事に行ったんですよ。そしたらその日仕事してる間に病院から電話が、留守電が入っていて、大至急病院の方に戻ってきてください。まあ無視しましたけど。そこは無視するんですね。仕事だったんで。それはね、そっかもう仕事が大事です。仕事をね。痛えなって思いながら、写真を撮っていました。で、翌日朝一でその病院に行って。そしてその病院に行かれていきますが、そうするとこういう形になります。大きな病院で検査。はい。もう今ね。ここから救急車に乗ってどこどこのもっと大きな病院へ行ってくださいって言われました。いや、救急車乗って歩けるよ、歩いてきたよ、タクシーで行くよって言って行ったんですけど、でそのタクシーに乗ってる間に救急車ってやっぱりおかしくない？いやおかしいですね。おかしいとは。なんかそんな一刻を争うようなやばいやつなの私って思っちゃいました。その時点で。そうですよね。しかも大きめな病院に、そのまま行ってくれと。だからその時は何もなんか詳しい
癌がどうこうとかないですよね。あ、ないです。ただ、昔のドラマでよくあるような、ちょっと影があったんで、みたいな、ボソッと言われたぐらいです。はい、まあ、それでじゃあ大きな病院に行こうと。はい。いうことでタクシーに乗って向かいます。はい。で、そこで検査を受けられていく中で、こう検査を受けられていくのは、こう、ちょっとまあ下がっていくっていうのは、なんかこう自分の中でもおかしいんじゃないかって言って思いからってことですかね。そうですね。うんうん。てかもう、痛い。どんどん痛くなっていってしまった、また。うん。みぞおちの部分。はい。はい。で、そんな中で次こちら。がん告知を受けていくと。はい。いうことで、どのような流れでがんを告知されたんでしょう？結果、その大きな病院に行ったら、もう帰れなくて入院だったんですね。即入院で。うん。で、それでも数日、2、3日後ぐらいですかね。なんか、家族を呼んでくださいみたいな。説明をしたいので、家族を呼んでくださいって言われたんですけど、いや、みんな忙しいから、今言ってくれと。今説明お願いします。って言ったら、最初わからなかったんですよ。何を言っているのか、先生が。腫瘍とか、癌とか、そういう言葉が確か最初は使われなかった。だから、何なんだろう。まあ先生が深刻そうなトーンで言ってるから、多分ちょっと重たい病気なんだろう。ぐらいで、もうちょっと拉致が開かないので、つまり何ですかって聞いたら、癌です。はあ。はあ。へえって。それがこちらのね、青でも赤でもなく、こう、白色で、どちらでもないような形で、書かれていますけれども。はい。あ、そうなんだ、みたいな。なんか、間違いじゃないのかな。っていうか、本当に私の、ですか？その写真は、みたいな。そっか。なんでしょうね。悲しいとかでもなく、本当になんか他人のこと言われてるような感覚で。自分事と思えなかった。思えなかったですね、全く。じゃあそのがん告知を受けていって、そこからね、治療に入っていかれますが、それでがん告知を受けていってですね、その後、こちら、さらに大きな病院に行かれていく。これはもう病院を変えましょうってあちらから言われるんですね。そうですね。だから、これ診断とか確定ではないんですけど、言われた胆管がんのステージが4じゃないかな。みたいな感じだったんですよ。先生が。ちょっと、ふわっとした言い方で、みたいな、うちだと、ちょっとできないかな、みたいな。そうですね。で、はっきり、うちでは、ちょっと手術はできないので、って言われて、で、大きな病院、このがんの手術を経験したことのあるお医者さんがいる病院を紹介しますって言われて、大きい病院。大きい病院に紹介されていくということですね。はい。そこから、じゃあちょっと下がりますが、次は、ステントの留置だったりとか、胆汁ドレナージ。この、さらに大きな病院で、この処置をされていく。受ける。かゆみと、尿の変色っていうのが、黄疸の症状なんですね。ああ、そうなんですね。で、その黄疸を、まず改善しないと、治療が進まないので、
横断をなんとかしようっていう処置なんですけど、これがなかなかうまくいかなくってですね。4回ぐらいこの処置をしたんですけど、痛いんですよ。痛いんですよ。これは切る？それともなんかこう管をどこからどう入れる？管を最初入れてたんですよ、口から。はい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 。でもうまくいかなくって、で結局お腹にちょっと穴開けて、そうなんですね。やったのかな。でステント留置や短寿ドレナージ。はい。4回やりましたね。4回目でやっとうまくいって、かゆみとかから解放されました。そうなんですね。はい、じゃあ最初のこのこう手足のかゆみとかいろいろ症状あったのはそのせいだったんですね。はい、ようやくそこで処置をして、これが痛かったというふうなことありましたけれども、そこから良くなっていくんでしょうか。次こちら。噴門性。待って。門脈塞栓術っていう治療をされていくということですね。はい。これ門脈塞栓術、これはどういうものなんでしょう？難しいですよね。私肝臓を4分の3切らなければいけないみたいな。肝臓4分の3を切除したいから、この門脈塞栓術っていうので、残す肝臓を大きく育てて、切る肝臓をちょっとこう小さく弱らせていくみたいな。処置なんですかね、これ。じゃこの門脈塞栓術っていったところで、その肝臓を取る肝臓と、弱らせる肝臓とかっていったところを処置していくと。はい。いうふうなことをしていって。そうです、そうです。これ上がっているのは？上がっているのは、見てた好きな医療ドラマがありまして、失敗しないやつですね。失敗しないやつを見てて、そこで出てきたやつなんですよ。門脈塞栓術って。これ知ってると思って。上がっちゃった、そこで。ちょっと楽しくなっちゃった。で、しかも院内初の手法でやるとか言って、私が初めてみたいな。そうなんですかみたいな、ちょっと気分上がるっていう。初めてですね。すごいですね。なんかそれすごいですね。さすが清水さんらしいというか、こう初めてってやるんですって言ったら、いやなんかそんな怖いわって思う方もねいらっしゃるかもしれないですけど。そうですね。親とかはそんな感じでした。じゃないよって。清水さんの場合はよし初めてやるやつでできるんだということで、門脈塞栓術。これはうまくいったんですかね？うまくいきましたね。で、ここからまたちょっと差がありますが、ここでようやく手術。回復手術。回復手術でした。結構切りました？そうですね。ザクザクみたいな。L 字型に切っていった感じですか？手術、回復手術。これもちょっと下がってますけど、これはどうだったんでしょう？ここまで下がるのに、ちょっとその前が実はありまして、単重ドレナージですかね。ずっとこう自分の単重を出し続けないといけない。出す。その単重を飲まなきゃいけなかったんですよ。信じられますこれ。単重飲むんですか？単重を一日中こうぶら下げてる、なんかペットボトルみたいな自分の単重、コップに移して飲むんですよ。いや、それが辛すぎてメンタルがここまで下がったんですよね。はい。単重ってどんな味するんですか？もう言いようもない。まずもう本当体液なので、なんかちょっとぬめっとしてる
舌触りだし、なんかちょっと苦いような。いや、苦かったよ。それを、なんかジュース割りにしてみたらいかがですかとか、看護師さんとか言うんですけど、いや、混ぜたくない。何の味とも混ぜたくないって。一気に一気に言ってましたね。1日1回。1日2回とかだったかな。うん。で、結構な、そんな一口でガッていけるような量じゃなくて、コップ半分、紙コップ半分ぐらい、ごくごくごくみたいな。やっぱそれはあれか、やっぱ本来ならそれで流れてるものを出しちゃってるから、また戻さないといけないからか。ああ、そうですね。多分ね。もうそれ何の理由でそれをさせられてたのかもちょっと忘れちゃったんですけど、はい。だからまあ手術でめちゃくちゃこう下がっているっていうよりは、自分の単純飲んでの生活がもう辛すぎて、はい。手術も痛かったですよね、きっと。もう全麻じゃないですか。全身麻酔、はい、そうですね。寝て起きれば。終わっていると。ただ、そうですね、ちょっと怖かったのが、やっぱりステージ 3B か4か、お腹を開いてみないとわからないっていうところがありまして、で、私、入院中とかもがんノート見させていただいてたんですけど、西口さんって方がいらっしゃいまして、お腹を開いてそっとりされたみたいなエピソードがございましたよね、確か。ありましたね、西口さんね。確か。だから、そうなるよみたいな説明を主治医から受けたんですよ。こう開いてみて、ちょっと状態が芳しくなかったらまた閉じます。だから、手術始まって、2、3時間で終わってしまうかもしれない。ああ、そっか。そうだ、もしあれだったら。ただ、切除できるようであれば、12時間ぐらいはかかるでしょう。みたいな感じです。じゃあ起きた時間でどうだったのかが分かっちゃうみたいな感じ。そうなんですよ。起きたら時計がない。どこにもない。どこ何時やねんみたいな。どこにもないし、なんでしょう。集中治療室みたいな、なんか。ICU みたいな、ね。ICU、そういうところでいたから、多分できたんじゃないかなとは思いましたね。それかまだ病室戻ってないし、集中治療室、ICU だしということで、取ってもらえたんじゃないかなということで、結局はそれで取ってもらえてはいたんですね。いたんですね。だから 3B ということですね。はい、そうです。よかった。はい、そのね、手術を、大きな手術受けられていって、その後、こちら、薬物療法をされていくという流れになります。これは服薬ですかね。そうです。こう入れるっていうよりは飲んでいく。はい。だから錠剤だったのにびっくりしました。そうですよね。抗がん剤が錠剤なのみたいな形でね。あるんだって。これはもう元から決まってたんですか？この手術した後はこれしようみたいな。そうですね。治療法、薬物療法をやっていこうと。そうです、そうです。手術をするか、薬物療法を先にして手術に臨むか、どっちがいいみたいな。そうなんですね。っていうのがあったんですよ。先に。そうです、そうです。清水さんの場合は、じゃあ後で薬物療法に。そうしますって言って。それは何か理由があるんですか？最短で仕事復帰するためっていう。そこがね、一番の大事なところ。ということで、最短に仕事復帰したいからっていうことで、後に薬物療法の経口薬をしてもらったと。いうことで、そのおかげもあってか、仕事に復帰をされていく。お仕事のところについてはまた後でもね、詳しくお話を聞いていきたいなと思います。で、
お仕事を続けながら、薬物療法が終了していて。はい。どれぐらいお薬飲まれたんですかね？数ヶ月とかですか？半年だったと思います。はい。近くお薬を、服薬していって、で、終了していき、そして今は経過観察となっております。ということは、治療自体は全部うまくいった？はい。おー、そうですね。綺麗に取れましたよって言われました。あ、本当ですか。はい。ステージ 3B じゃないですか。はい。ということは、どっか転移はしてなかったですか？肝臓に。遠隔転移はしていなかった。うん。そっか。で、胆管がんの、胆管がんだから、その中で肝臓もちょっと切ったってことですよね。そうですね。肝臓と肝臓があって、こう、なんかこう、他の臓器につながっている。ここの、なんだろう、つながってる部分ががん。っていうことですよね。そう。だからそれを取って、で、今は何かしら違うものが流してくれて。はい。なんか、いろいろつなげてもらいました。はい。っていうことですよね。はい、すごい。じゃあ今は何も問題なく経過も、良好と。はい。いうことで、よかったよかった。はい。というふうなですね、清水さんのこの、ペーシェントジャーニー、闘病のね、感情グラフでございました。ここからですね、ちょっとお写真いただいておりますので、ちょっとお写真見ていきたいと思います。ちょっとここの、倒れる3日前。はい。はい、ちょっと、はい。はい。倒れる3日前ですね。倒れる3日前のお写真なんですけど、ちょっと何でしょう、こう、見た感じ、倒そうとしてますね、完全にね。やっつけに行く感じですね、これね。やっつけに行くような感じなんですけれども、はい、これはどういう時のお写真でしょう？そうですね。私、主に撮っている業界がナイトワークとか、夜職、まあ、風俗と言われる世界のお写真なんですけど、はい。ここで女性の皆さんを撮っています。撮っている。はい。その撮っている傾向とそう、みんなが綺麗に撮れるかなどうかなちょっとテストしてよって撮ってもらったのがそういうことか。はい、それは倒れる3日前ね。はい、痛い思いをしながら、今、こう撮ってるという。そう、痛いなって思ってますか。そして次のお写真がこちら。はい。2023年の2月、手術の2日前と書いていますね。はい。胆汁飲むのがやばかったっていう書いてあります。そう。ここに溜めてたんですよ。この胆汁がこの部分ですよね。そうです、そうです。この部分。これが飲んでいたやつ。これ飲んでいたやつ。はい。これを入れて。これが取りたくて、手術の2日前に自分のいたスタジオに撮ってもらいに行きました。確かにこれそうですわ。なんか何気なく見てますけど、はい、スタジオですよね。そうです、そうです。すごこの管ついてる私を取っといてっていう形で。はい、すごい。で、これ飲んでんだよ、私。いややってきました。いや活用させていただきました。この写真を。そっか。この左側のお写真は何ですか、これは。これ、このスタジオが、私が倒れちゃって、まあちょっと、収入もなくなるので、なんか支援をっていうところで、一口500円の募金をしてくださってたんですよ。はい。で、その500円を募金していただくと、私のこのお洋服についてる缶バッジがもらえると。これ私がデザインしたのと、すごい。いろいろあります。あるんですね。それをじゃあみんなそこでちょっとこう支援してくれてっていうことで支援ありがとうということですね。そうですね。すごいですね。スタジオでこうね、写真撮られたりとか。で、それでですね、手術受けられていって。そして仕事を、無事復帰された写真がこちら。はい。はい。もうバッキバキで。バッキバキのやつですね。切ったで、みたいな。そういう意味の、
そういう意味の、違うもので来てますけど、こちらに関しては。はい。あ、そうなんですね。は切ったぞと。うんご写真をこういう、いかつく。すごい、はいいかつめな感じで、これでちゃんと社会復帰できた写真を撮っていただいてと。ね、もう本当におかげさまで。いやー、すごいですね。やっぱなんか、感じが出ますね。なんか、この時はなんかもう、切ったぞみたいな感じの、感じですし、この時はね、なんかこう、わーっという風な感じですし、はい。これはね、もうなんか、はい。すごい、それぞれの雰囲気はすごいね、さすがプロと思います。ありがとうございます。ではですね、ここからですね、ちょっと項目に分けてちょっといろいろお話を聞いていきたいなということを思っております。はい、それぞれの項目ですね。まず一つ目なんですけれども、こちら。はい。病院や治療の選択といたしまして、どのようにね、病院を決めたの、そして治療をどのように決めたのって、SDM という言葉があります。シェアードディシジョンメイキング。患者さんとのこの共同のね、意思決定という中で、やっぱ一緒にこう決めていくっていうことが大事ですので、こういうふうな、言葉があったりするんですけれども、病院や治療の選択といたしまして、ちょっとお伺いをしていきます。はい。まず、病院を決めていくといった中で、こちら、ペーシェントジャーニーいただいた中で、病院を決めていく中で、最初はもう近くの病院に行かれる感じですよね。この胃炎を。ただ、何でしょう、様々な検査もできるような病院を検索されていって、はい。そして大きな病院を紹介されて、そのままさらに大きな病院を紹介されていくとはい。いう中で、もう病院に関してはもう紹介されていくっていう流れでいいですかね。そうですね。もう流れに乗ってと。乗って。はい。治療に関してはいかがですか？このステント入れたりとか、門脈塞栓術、手術、薬物療法。その薬物療法の中でね、はい先にするか後にするかって時に。そうですね。そこぐらいですかね。私はこうしたいっていうのを伝えたのは。これやっぱ先に抗がん剤すると、ちょっとお仕事の復帰がちょっと遅くなるみたいな、そんなあれだったんですか？はい。だから先に抗がん剤を使ってがんを小さくする。で、小さくして、切除するっていうやり方だと、2年とか言われたのかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、かなり長かった。ああ、そうなんですね。で、その抗がん剤をやると、倒れる前の万全の状態での、仕事のやり方とどうしても変わってきちゃうじゃないですか。そうですね。だから、フルパワーで仕事に臨めないんだったら嫌だなと思って。で、もう一つ、おすすめはしないって言われたのが、開腹手術を先にして、その後に薬物療法で残ってる小さながんを叩くみたいな。あ、そうなんですね。主治医からおすすめしないって言われた。言われました。おー。その中でこれを選んだんですよね。はい。そうですね。そこはもう医師がお勧めしなくても自分のやっぱ生き方、仕事。そうですね。この時一番考えたかもしれない。そう言われると今思い出すと。そうですよね。いろいろ考えますよね。もうそれはご自身で決めて、はい。周りに相談するとかっていうのもあったりとかしました？そうですね。だから母親とか家族とかは抗がん剤先にする方です。そうですよね。周りの人にとってはよりなんですかね、おすすめしてる方の方が、はい。多分僕でもそう言うと思いますよね。その中でもご自身の決定をこちらにされた。はい、仕事復帰が早い方を決められていた。はい。これはね、皆さんやっぱ今度それぞれの価値観もあったりとかしますし、皆さんのね主治医の方としっかり相談されていただければと思いますけど、清水さんの場合はそのようにされていったということですね。はい。清水さん的にはそれが結果的にね今も再発されてもいませんし、良かったってことですかね。はい。はい。そんな中でですね、はい。じゃあ次、こちら。はい。
辛かったことになんですけれども、次は辛かったこと、副作用や後遺症などということありますけれども、副作用や後遺症などでこれが一番印象に残っているな、もしくはこれ大変だったなっていうものはいかがでしょうか？もう、痛み。痛み。はい。痛いのが苦手。痛いのが絶対に嫌でしたし、うん、本当にこの癌になって、もう最初から痛いじゃないですか。みぞおち痛いよから始まって、で、処置が痛いよ、術後の痛みが痛いよ。で、もちろん、麻酔とか、鎮痛剤、痛み止め的なものはくださるんですけど、効かない。うん。もう、本当に何の痛みもなくして欲しかった。その痛い中でもよく手術しようとかいろいろ決断されていきましたね。まあ、そうですね。仕事大好きだったんで、当時は。乗り越えたら、仕事できると。みたいな。いうこと。はい。まあ、この痛さっていうのは、これ乗り越えるとかっていうの難しいですよね。うん、そうですね。だから本当にしょっちゅうナースコール押して痛いです痛いですって言って相当鬱陶しかったとは思います。申し訳ない。けど鎮痛剤もらってね、はい、それでちょっとでも和らげていったと。はい、そうですね。今後遺症として何かこう何でしょう。今何でしょう。取ってるわけですよね。はい、胆管部分だったりとかを、はい、何かそれによってなんか生活に不自由が出てたりとかしませんか？そうですね。多分肝臓を大きく主に切除してるんで、まあお酒が飲めないのかなみたいなことを周囲が心配していましたが、もともと飲めないんで、何の問題もないです。何の問題もないですね。なので、特に。今、じゃあ普段の生活では特に今大丈夫です。はい。何もないです。はい。次、こちらですね。辛い時に支えになったこと、ものっていったところをちょっとお話しいただきたいと思うんですけれども、はい、辛い時、苦しい時、まあ痛かった時とか、どういうふうに乗り越えていったか、支えになったもの、何かありますか？はい。もう本当に今はいい時代になりました。いい時代になりました。はい。動画とか。いいですね。配信されてますよね。いっぱい。されてます。ね、もう、昔、小学生の頃とか、中学生の頃に見たアニメとか映画なんかが、今気軽に見れるんですよ。もう本当にそればっかりお世話になってましたね。入院中にそういったものを見たりとか？はい。例えば何見られてたんですか？そうですね。映画だと私、バックトゥーザフューチャーが好きなんですけど。いいですね。もう死ぬほど見ましたね。ずーっと回してました。本当ですか？はい。もうセリフ覚えてやろうかなと思うぐらい。ずっと何回もいける感じなんですね。はい。あとね、アニメが好きなんですけど、幽遊白書ってご存知ですか？もちろん。はい。めっちゃ世代なんですけど。もちろん。見てました。幽遊白書のアニメを。はい。そのまま見て。はい。見てました。いや本当幽遊白書では誰推しなんですか、ちなみに。クラマです。クラマですね。いや、本当ね、かっこいいですからね。はい。そうですね。だから、痛かった時、ね、幽遊白書の主人公があるんですよ。セリフが。痛みは邪魔だ、どけっていうセリフがあるんですけど。それは、あれですかね。トグロ、じゃないわ。はい、何も。そうです、そうです。トグロさんと戦う前に、玄海師範から譲り受けるわけですよ。それに耐えなきゃいけないんですよ。その時に言うんですよ。その時に言う。その、ユースケになってつもりでちょっと頑張ってました。はい。そうですね。ユースケになったつもりで、こうね、そういう時にこう支えられたっていう、そういう状態で。あともう一つお伺い、してるものがあるんですけど。はい。神社仏閣に。そうです。そうなんですよ。こっち YouTube かな。YouTube で、現実逃避しようと思って、せっかく病院にいるんだし、階段とか見てみようかなと思って。逆にそっち？はい。そっち怖い方の？そうなんです。
怪談話を検索して見るようになったんですよ。で、今度その怪談話に関連づけて、都市伝説みたいなのが出てくるんですね。で、都市伝説に今度関連づけて、スピリチュアル系とかが出てくるんですね。で、今度スピリチュアルから今度神社仏閣。またこう広がっていくんですよ。全部見まして。で、これって私、小中学生の頃めっちゃ好きだった。月刊ムーめっちゃ買ってたし、とか。ムー買ってたんですね。そう。あ、これ好きな世界だったわ、と思って。で、もう亡くなってしまったんですけど、祖父母がよく神社仏閣連れてってくれまして、なので、神社はなんていう名前だったんだろうとか、そこにいる神様はなんていう神様なんだろうって調べたりしてたことがすごく楽しくて、はい。で、その入院中のそれがきっかけで、今現在もそれが趣味です。そうなんですね。ちなみに推し仏閣ありますか？いや、いっぱいあるんでしょうけど、いっぱいあるんですけど、その中でなんかこう、なんか。秩父にある三峯神社が一番好きですね。三峯神社。はい。なぜ好きなんですか、三峯神社？なぜ好きか。なぜとかないです。なぜとかないですね。ないんですか。行ってほしいんですけど、行くと多分わかりますよ。わかります。ちょっとゼロ磁場と言われていまして、空気が独特なんですよね。これ本当にスピリチュアルとか、なんか超常現象とかそういうんじゃなくて、誰でもわかると思います。あの場に行くと。違う。空気が違うな。おすすめです。ありがとうございます。はい。はい。ね、ちょっと、はい。ちゃんとメモ、行きたいところのリストにメモして。ぜひぜひ。はい。それではですね、ちょっと次の、項目、ちょっとお伺いしていきたいなと思います。次の項目はですね、妊用性のところなんですけれども、はい、抗がん剤した時、もしくは手術をした時、妊用性って子供を作る能力、そういったものを指したりとかするんですけれども、そういったところのお話って医療者からありましたか？間違いなくあったんですよ。あったんですけど、私、子供が4人おりまして、聞き流してました。もういいかなって思ってる。そうですね、4名いらっしゃったらね。だったんで、もういいかなと思って、聞き流しました。医療者からはお話あったけれども、清水さんにとっては、そこは大丈夫かなということですね。ありがとうございます。次、こちらですね。はい。家族のことなんですけれども、先ほどね、お母様のお話とかもちょっとちらっと出てきましたけれども、ご両親に対して、どう説明したとか、どういうふうなサポートあったかとか、そういったところいかがでしたか？そうですね。本当に、父と母にはお世話になりました。40にもなるのに。もういつまで経ってもね、子供は子供なので、全然。で、ちょっと、面倒見てもらったお子さんのね、面倒ので、申し訳ないなっては思っていたんですが、それよりも、父と母が嫌だったことが、やっぱり子供の方が、私の方が先にっていう可能性がかなり上がってしまった。そこは本当に申し訳なかったなと思ってますね。そっか、なんかご両親からサポートを受けて、結構ね、なんでしょう。やっぱ、自分のお子さんを見てもらったりだとかしてっていうこともあったと思うんですけれども、なんかあれですか、本当にサポートを手厚くしてくれてっていう風な感じですかね。はい、本当にそうですね。なんかそれによってそれになったりとかっていうのは全然なく。どのように伝えました？お父様やお母様には。確か、2回目の転院ぐらい
の時にもう一緒に来てって言いましたね。うん。あ、じゃあ一緒にもう医療者から説明も受けて。はい、そうです。ということは理解が早いですよね。そうですね。うん。ただその中で治療方針ね、さっきあった、はい、違ったタイミングがあったと思うんですけれども、そこはもう理解してくれたんですね、ご両親も。うん。これは理解っていうあれじゃなくて、押し通した感じですね。そうですね。でもまあね、最後は、まあ、あなたの人生だから。まあそうですね、清水さんの人生と。あなたが後悔ないように選びなさいと、はい、言われましたね。そんな中でですね、ちょっと次こちら、お子さんがね、4名いらっしゃるということで、その子供のこと、子育てなどどうしていったのかなといったところがちょっと疑問にはなるんですけれども、子供のこと、こちらは、お子さんは、それぞれ闘病の時、上の子とか。上3人はもう手が離れていたので、ああ、そうなんですね。はい。一番下の子。一番下の子だけが一緒に住んでいて。はい。高校生とか。小学生ですね。あ、小学生。その当時。はい。小学生。子供にその癌のこととかっていうのを伝えましたか？はい。上の子たちにはもう LINE でさらっと、癌になっちゃった。まあ、なんとかするよ、みたいな。そっか、わかった、と。頑張ってねって書いてきました。上の子たちは。全員男の子。全員男です。はい。そっか、わかったっていうふうな、息子さんたちと、一番下の子はその小学生だったら。小学生で、まあもうね、上の子たちのように、こう文章でさらっとってわけにはいかなかったんで、どうしようかなって考えて、で、その、癌になるその数年前ぐらいに鬼滅の刃の映画が爆発的にヒットしましたよね。あれで、煉獄杏寿郎わかりますか？もちろん。はい。で、お母さんが最後の方に出てくるんですけど、幼少期の。で、お母さんがちょっと私はもう長くねえ、みたいな。あなたを埋めてよかったみたいに言うシーンがあるんですよ。あそこをちょっとパクらせていただいて。息子に座りなさい、つって。お互い正座して、向かい合って、でギューッと抱きしめて、母はもう長くはありません、みたいな。ぐらいまでは真似して、ね、マジ本当ごめんねって、病気になっちゃった。ちょっとこの先どうなるかぶっちゃけわからないと。本当ごめんなって。万が一はある。死んじゃうことはあるかもしれない。でも大丈夫だ。お前は強い。私の子だから。って言って、ちょっとこう、ふざけたテンションのまま、言ったら、意外と伝わってたみたいで、本人は泣いてましたね。あ、そうなんだ。泣いてました。それはちょっときつかったですね。私も見てて。きつかったですけど、でも、うちの子ちょっと変わり者でして、涙こう拭いた後に、新しいお母さんも来るよねって言ったんですよ。おーっつって、おー、きっと大丈夫だよって、私いなくても、2号がきっと来るんだよ、どっかからって。派遣されてくるから大丈夫。心配すんなっつって。はい。すごい。はい、終わりました。すごい。もう本当、ね。だから今思うと本当に伝わってたのか伝わってなかったのかも謎ですけど。まあね、思いは伝わってると思いますが。まあ一つのネタができたかなと、思ってます。もうその後は普通に何も普通に接してって感じですね。はい。そっか。いや、ガンノートでもね、昔鬼滅の刃流行ってた時の、心を燃やせっていうテーマの、ガンノートライブ配信やったこともありまして、なんかそのことを思い出したりとかね、しました。もう、そのままのアニメのシーンを使ってやられたっていうね。そうです。なかなか新しいパターンですごく、さすが清水家、さすが。子育ての自分が治療している時の子育ては、ご両親に見てもらってということで。
はい、使用されてきたのかなと思います。はいはい、ありがとうございます。そしてですね、はい、次こちら。はい。お仕事のことっていったところなんですけれども、まあお仕事にね、仕事復帰にどんだけ早くしていくかっていうところで治療も決められていったりとかしましたけれども、ちょっと改めて、お仕事についてちょっとお伺いをしていきたいのですが、お仕事ね、その夜のお仕事の方たちを、写真をカメラマン撮るということで、これは、あれですか、癌になったことって言ったことは、もうそのスタジオにもすぐ伝えたんですか？もうすぐ伝えましたし、何より多分一番痛いって言ってる姿を、そのスタジオの店長さんなんですけど、ビジネスパートナーなんですけど、その方が間近で見ていたので。そっかそっか。はい。で、結局こうでしたよっていうことで、はい。なったら、もう皆さんは、じゃあ休んで、みたいな感じなんですかね。そうですね。もう休ませるしかないんで。まあそうです。休むしかないんです。ただ自営業、フリーカメラマンじゃないですか。なんかそこら辺仕事ね、休む、休まないの葛藤とかっていかがでしたか？もうできる限り休みたくない。フリーランスは休みたくない。寝る間も惜しんで仕事がしたい。これが本音なので。だから逆に、あれじゃないですか。だから仕事を休むっていう勇気が、大事でしたね。なかなかその勇気が持てないし、覚悟も決まらない。いや、ですよね。そこどう折り合いつけるんですか？清水さん的には。いやこれついてないわかんないです。どうですかね。折り合いはつかなかった。仕事に対してものすごく執着がある。だからもう闘病をすると決めた時から仕事と距離を置きました。というのはナイトワークの世界の情報が入ってくる SNS だったりホームページだったりはもう一切見ない。でスタジオの予約が入ると通知が来るんですけど、それも全部オフにして、本当に仕事のことを考えない環境をなんとか作った。それが私の闘病中の仕事への向き合い方、でしたね。その後ね、治療を終えられて、また仕事復帰されていく、その時にもやっぱ体力的なところ落ちていたんじゃないかなと思うんですけど、そこは大丈夫でしたか？そこは、話し合って、徐々に復帰していこうってなりましたね、確か。なので、手術、終わって、4月の頭ぐらいに退院して、1ヶ月ちょっと安静にして、6月の半ばぐらいから、アシスタント業務みたいなことで、スタジオに出入りするようにまたなって、でも大丈夫そうだろうっていう体調を見て8月に完全復帰みたいにしたんですけど。でもやっぱきつかったです。働き方って朝から夜までですか？いや、1日2人しか撮らないとか決めてました。そうなんですね。で、撮影時間もだいたい1人1時間ぐらいだったんで、そんなに多くないですよね。が制限をかけて復帰しましたね。そういうふうに、制限をかけて、今はもう大丈夫になって。もう今はもうバリバリパンパンで一日パンパンに詰めてやってます。まあね、本当やっぱりフリーで働くっていうところに関しては、逆にだから仕事との距離の置くっていうのが大事なんだなっていうのを改めて思いました。ありがとうございます。次こちら。
お金や保険、こちらもね、フリーのカメラマンということで、お金の問題、そしてね、保険の問題どうだったのかっていう、民間の保険は入られてました？入ってなかったですね。はい。なので入ってなく。じゃあ治療費に関してはもう全部自分の貯金から？はい。貯金と、あと、使うまで知らなかったんですけど、国民健康保険の高額療養費制度。療養費制度。あれにすごく助けられました。こんなのあったんだと思って。そうですよね。はい。入っててよかったって。あれはね、やっぱね、使う側になってようやくね、知ること多いですよね。本当に素晴らしい。素晴らしい。喜んで税金をお支払いします。心から思いましたね。はい。科学療養制度使って、じゃあそれで幾分か抑えられてっていうところで、はい。それ以外の部分に関しては何か特別にお金がかかったところってなかったですか？大丈夫です。いやいや、でもありますよ。私がたとえ入院してたとしても、家は家族が使っているじゃないですか。で、定期的にかかるものも家賃とかがあるわけですよ。で、ちょうど時期的に確定申告とか、なんか家の更新とか、いろいろあったんですよね。それで、ちょっと体動かねえんで、お金のことに関してもできないんで、でも誰かにっていうのもできないんで、みたいな。そうですよね。すごい大変でした。ですよね。はい。どうするんですか？いやもう、とにかく電話、いろんなとこに電話をして、喋ることぐらいだったらできるんで、状況を説明して、待ってもらえるところにはちょっと待ってもらうみたいな。そうですよね。そう。で、私にもしものことがあったときは、頼むよって言って母に説明して、これがこうで、これがこうで、みたいな。エンディングノートみたいな。そうです、そうです。もう作られてたってことですね。いや、大変。いや、ようやりましたね。これね、お一人で、そんな中で。なんか会計事務所みたいな。そう、税理士とのやり取りが頻繁な時期だったんで、確定申告の時期だったんで、それもね、丸投げは丸投げだけど丸投げじゃないので、税理士さんに頼んでいても、そっか、いろいろ説明してとか、いろいろ大変だったってことですね。じゃあその中でもう本当にじゃあ電話でいろいろやり取りしてっていうので乗り越えられていったと。はい。ですね。はい。そして、じゃあ次こちらですね。はい。お伺いをちょっとしていきたいと思います。情報のことっていったところで、どういうふうにがんの情報、胆管がんとかね、あまりやっぱ周りにいらっしゃらないのかなということも思いますし、情報どのように仕入れられていたのか、こちらいかがでしたか？本当に痛かったんで、痛みがひどくて、自分で動き回ることはできないので、もうスマホを持ってネットで検索するっていう情報収集の仕方しか選択肢がなかったですね。ネットで結構出てきました？胆管がんの情報。全然出てこないですね。ですよね。はい。だから主治医が希少がんっていう言葉を使ってたんですけど、その意味が分かりましたね。しんどいって。不安になってくるし、自分にこの先何が起こるのか予想ができないんですよね。それがすごくストレスだった。そうですよね。情報なかったらね。だから僕もね、こうやってがんノートっていう活動をしてるんですけれども、やっぱ周りにいなかったらね、ちょっと不安になりますよね。もうそれは清水さんの場合はどうされていくんですか？もう。でもさっきもちらっと言った、
西口さんの動画が、ああ。はい。大変参考になりました。じゃあ少しでもちょっとガンノートがちょっとそうです。お役に立てたっていう感じなんですね。はい。いや、お世話になりました。ありがとうございます。まあ、医療者から聞いてもね、ちょっと情報とかね、そこまで多くなかったりとかね、したらね。そうですね。いや、そういった情報。いや、だからこうやってね、逆に清水さんがこう出ていただいて、胆管がんの話をしてくださるのはすごく今の胆管がんの経験者さんにとってはすごく、はい、ヒントになることいっぱいかなと思います。ありがとうございます。嬉しいです。はい。じゃあちょっと次、こちらですね。がんになる前と後で変わったことについてちょっとお話しいただければと思います。はい。一番何が変わりましたかね？変わったというか、まず周囲の人って、こう大病してね、生死の境っていうんですか、さまよって復活した人は聖人君主になると思ってません？ああ、そうですね。もうはい、もう対応して、なんか、それありますよね、ちょっと。ないよないよマジでって。変わんないからって。ね、そう簡単に変わんないですよね。元の性格はね、元の性格はめちゃくちゃね。ただ、自分自身もちょっとどっかで期待してました。なんかちょっと丸くなったりするのかな、私って思ってたんですけど。よく聞きますからね、それね。なんなかったです。もうね、可愛くなりたかった、もうちょっと性格。いや、十分いいと思いますけど、そこは。全然変わんなかったですね。でも、なんだろうな。直後は、そんな感じなんですけど、最近、手術終わって退院して1年ちょっと経ったぐらいから、仕事に執着するのをやめました。で、病気がきっかけだと思っているんですけど、退院して、普通の生活に戻って1年半ぐらい経ったあたりから仕事に執着するのをやめたんですよ。で、やめて何に新しく目を向けたかっていうと、楽しいことをする。遊ぶ。今までこう家にいても、この先どうやって稼ごうとか、今できることは何かないか。で、それをやりたいってやってたんですけど、今時間が空くと、一人で勝手に映画に行ったり、推しを作ってライブに行ったり、そういうことをするようになりました。ちゃんと抜くという。もう明らかに変わりましたね、それは。仕事第一ではなくなりました。そうですね。あんだけ治療中は仕事ってなってましたけどね。今ではちょっと変わってきたということですね。ありがとうございます。そして、次こちらですね。あの時の自分へという形で、もし、がん告知の時でもいいですし、もしくは治療中の痛かった時、様々なタイミングがあったかと思いますけれども、どっかの時の自分に何か声かけるとしたら、どういった声をかけますでしょうか？そうですね。告知された後ぐらいの自分に、多分今、あなたはぼーっとしていますね。何が起きたのかわからなくてぼーっとしていますね。でも大丈夫。そのまま流れに身を任せてください。そうすると、その時に想像してなかった未来、想像できなかった想像以上の楽しいこと、幸せなことがいっぱい起こるから、そのまま流れに乗ってってくださいって言いたいです。やっぱね、こう真っ白になってね、どうしていいかわかんないですけどね、その中でも流れに身を任せていくと、今につながってくる感じにもなりますのでね。そのままでいいよというふうな、清水さんのお話でした。次はこちら。大切にしたいこと、夢や目標などでありますけれども、今大切にされている思い、もしくは夢や目標など、そういったものございますでしょうか？
そうですね。がんになった。あなたはがんですよって言われたときに、正直、私の場合は、別にいいかなと。もう、やりたいように生きたし、いいかなと。どうなっても。って正直思ったんですよ。でもそれって、すごく嫌な感情ではなかったですね。なんかこう胸がざわつくとか、悲観していってるとか、思ってるとか、そういうんじゃなくて、スッと、やっとゴールにたどり着いたんだ、人生のと。だから達成感に似たような感覚だったんですよ。で、本当にそれは私にとって悪い感情じゃなかったんで、これって結構、自分の中では大きな気づきというか、この先いつか人はみんな亡くなるので、次にね、その死を意識することがあった時にも、なんか、そう、私、よくここまで生きたぞ。もう満足だぞって思えるあの感覚のままでいたいと思ったんですよ。ただ、先ほど話した好きなことをする。これで、気づいてしまったんですけど、もっと人生をカラフルにしたい。華やかにしたい。楽しいって思えるスパイスが欲しい。自分の人生に。だから、あの時死を意識した時に得た満足感にそのスパイスをプラスさせたい。次にもしそういうことがあったら。だから私はもっと自分の楽しいことをしたい。したいことをしたい。仕事もなんだろうな。稼ぐためにするんじゃなくて、もうちょっと自分が楽しいようにやっていけたらなと、思うようになりました。なんか今計画してるなんか今やりたいこと、どっか行くでもいいですし、なんかこう何かやるでもいいですし、そういったものってありますか？小学生の時にちょっと望んだことがある夢を叶えようかなと思いまして、一つが占い師になること。占い師、まあ確かに小学校の頃めっちゃ流行りましたけどね、占いとかね。みんな女の子なりたかったべってタロットカードもしたかったべって私もだよと思って、今やってみようと思ってちょっと学校行ってます。学校があるんですね、そういう。すごい。学校行ってて、でもう一つが、神社仏閣好きで、神職の資格って取れんのかなって思ってまして、今そっち方向に動いています。今ね、そういうなり手がね、多くはなさそうなイメージはあるので。そうなんですよ。なのでまあいろいろね、もしなんとかすれば髪黒くすればとか隠せばとか、そういうのあるんですかね。どうなんですかね。いけるんだったら、資格取れるように頑張ろうかなって思ってます。というね、いろいろ様々なね、清水さんの夢といったところね、今後ね、どうなっていくか、こうご期待みたいな形かなと思います。
ここから少しインフォメーションに移らせていただければと思います。インフォメーション。がんノートですね、がん経験者のリアルな生活というですね、がん経験者さんのこのインタビューのこのエッセンスをまとめたものが一つの本となっております。お近くの書店や Amazon さんで見つけてもらえたらと思いますし、またですね、オーディブルなどを聞くっていったところもできますので、こちらもぜひチェックしてもらえたらと思います。また、ここまで見てくださっている方はですね、チャンネル登録されている方もいらっしゃるかもしれませんが、まだの方は、ぜひチャンネル登録ボタンを押していただいて、高評価やコメントなどで応援してもらえると嬉しいなということを思います。やっていく励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、見ている方でのがんの経験者さんいらっしゃれば、もしよければホームページからですね、出演応募などをぜひぜひお待ちしております。清水さんもね、出演応募、ホームページからいただきましたもんね。はい。はい。これなぜ出てみようと思われたんですか？いや、お世話になったんで。ありがとうございます。ありがとうございます。会ってくれてありがとうです。いや。ありがとうございました。本当ね、清水さんね、お話の中で結構、やっぱ胆管がんの情報が少ないから、やっぱ自分の経験が力になればっていうことでね、出ていただいたということも、あったかと思いますので、ぜひぜひ、また皆さんもご応募お待ちしております。また事務局からね、連絡もさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。ご注意ね、はい。はい。で、最後にここからですね、はい、メッセージになっております。清水さんから皆さん、がんを経験してね、今治療されている方も経験された方も、そしてご家族やね、ご遺族の方、様々な方が見てくださっていると思いますので、清水さんのメッセージ、このメッセージをいただいております。はい。私のメッセージは、随縁任運です。私は、闘病を通して随縁任運という言葉の意味を知った気がします。随縁はその時その時に与えられた縁に沿うこと。病気も治療も出会う人も全部を自分で選びきれるわけじゃない。思い通りにならない現実の中で、それでも目の前に来たご縁を受け入れて一つずつ向き合う。そして任運は運を天に任せること。ここで言う任せるは、諦めることじゃなくて、何もしないことでもなくて、自分がやるべきこと、自分で決めるべきことはちゃんとやる。生きるか死ぬか、再発するかしないか、手術がうまくいくかいかないか、そういうものは自分が支配できるものじゃない。いつ、どんな時でも大事なのは自分が納得できるように生きること。なかなかそう簡単に考え方って変えられないけれど、私はそう思えるようになった時に見ている世界が明るくなったので、このメッセージを送りたいと思いました。はい、ありがとうございます。はい。随縁任運って僕初めて聞きましたけれども、いい言葉ですね。いい言葉ですね。私も最近知りました。そうですね。はい。そう、先に伝えたい内容があって、チャット GPT に、こういうことを伝えたいんだけど、これを、もうめっちゃ短い言葉、4文字熟語とかで、ないって聞いて。で、多分、この随縁任運が一番近いよ、当たるちゃんみたいに言ってくれたんで、はい、これにしました。そうなんですね。だからその AI を駆使して、我々にも教えていただいた感じですね。まあね、本当にやっぱり素晴らしいこういった言葉、いろいろ僕もまだまだ知らないことばっかりですので、教えていただいてありがとうございます。ありがとうございます。といった中でですね、がんノートこれにて終わっていくんですけれども、清水さんいかがでしたか？自身が見ていたものに、次はちょっと出る立場になってにはなりますけれど、いかがでしたでしょうか？そうですね。もっともっと伝えたいことはいっぱいあったはずなのに、この場に来ると。めっちゃもう、触ってます。なかなか。めっちゃいただいてます。もう、年なんで記憶と、言葉が出てこないですよ。いや。もう、たどたどしくて申し訳ございません。はい。皆さんもね、本当やっぱ貴重な、やっぱがんの経験談だと思いますので、これが何かしらの、ヒントになったりとか、前を向くきっかけになれば嬉しいなということを思っております。これにてね、がんのと終わっていきますけれども、また次の動画でお会いできたらと思います。それでは皆さん、
バイバーイ。